皆さんこんにちは。数学のセカンドオピニオンです。今日は多くの高校生や受験生が苦手とする二次関数の最大値最小値、倍分けの問題について考えていきます。この問題、いくつかのパターンがあるのですが、共通するのは5つの場合分けです。グラフを元にして5つの形に倍分けするということです。ではまず基本原理からです。下一つの放物線で考えます。y イコール a 括弧 x マイナス p の2乗プラス9の形をしていると思ってください。一つ目のパターンは定義域の外右側に放物線の頂点がある場合です。この場合は下がりっぱなしの部分を使うことになるので、左端が最大値、右端が最小値ということになります。図で考えている分には何も問題ないですよね。では次2番目のパターンです。2番目のパターンは頂点は定義域の中に入るんですが、真ん中よりもやや右側にあるというパターンです。下一つの放物線は頂点から離れれば離れるほど上に上がりますから、左端の方が高く右端の方が低いという形になります。ただし右端が一番低い場所かというとそうではなくて、今度は頂点の部分が定義域に含まれていますから、頂点が一番低い場所ということになります。このため最大値は左端の点で、最小値は右端ではなく頂点で取ることになります。3番目のパターンは定義域のちょうどど真ん中に頂点が来るような場合です。この場合には右端と左端は頂点から同じだけ離れていますから、同じ高さまで上がることになります。このため最大値を取るのは両端、最小値を取るのは頂点ということになります。4番目のパターンは2番目のパターンの裏返しになります。今度は定義域の中に頂点はあるのですが、真ん中よりもやや左側にあるという状況です。このため左側より右側の方が高い場所に来て、その結果最大値は右端、最小値は頂点で取る形になります。最後5番目は1番の裏返しになります。今度は上がりっぱなしの部分を見てやることになるので、最小値は左端、最大値は右端ということになります。このように5つの場合に分けていくのが原則となりますが、実際の問題で考えていく場合には12345とか54321の順番で考えていこうとすると2番4番が難しくなるので、1番3番5番を考え、1と3の間が2番、3と5の間が4番というふうに場合分けを作ってください。では今日は解説が長くなるので1題だけやりましょう。y イコール x2 乗マイナス 4x プラス1。ただし定義域は0小なりイコール x 小なりイコール a。この時に最大値最小値を求めなさいという問題です。ただし a は正の数とすると。まずこの手の問題は頂点が大事になってきますから、平方完成してやりましょう。y イコール x2 乗マイナス 4x プラス1で、x2 乗マイナス 4x、 これを括弧 x マイナス2の2乗マイナス4と変形してやります。あとは定数項をまとめて x マイナス2の2乗マイナス3と変形できるので、頂点の座標が2コンママイナス3であることがわかります。というわけで、この放物線は頂点の座標が2コンママイナス3、それからx 切片の値が1というふうにわかります。
定義域を考えなければ、この放物線は点線のような形になります。では、グレープスというソフトを使って変化の様子を見てみましょう。赤い部分が定義域の範囲、すなわち最大値最小値を考える部分だと思ってください。今見ている形はパターン1。左端が一番高い場所なので最大値、右端が一番低い場所なので最小値となります。今 A の値を増やしていくと、それにつれて最小値がどんどん小さくなっていくのが見えます。今 A の値が2となり、定義域に頂点が含まれるようになりました。2番目のパターンだと思ってください。今 A の値を増やすにつれて赤い部分は伸びているのですが、最小値は頂点のまま変わらないのが見えるでしょうか。 A の値が4となりました。パターンでいうと3番目になります。最小値は頂点1箇所ですが、最大値は左右の2箇所ということになります。この後 A の値をさらに大きくしていくと、赤い線が伸びるにつれ最大値がどんどん大きくなっていくのが見られます。最小値に関しては頂点のまま変化をしていません。そろそろホワイトボードに戻りましょう。では、以上を踏まえて場合分けしていきましょう。まず1つ目のパターンは、定義域が頂点を含まない場合です。この場合には定義域の右端 A が頂点2にかからない範囲ということで、 A 小なり2の時、これを1つ目の場合としてください。そうすると最大値は左端、最小値は右端ということになります。 X でいうと最大値は X が0の時、最小値は X が A の時ということになります。さて、ここで一つ困りました。X が0の時の Y の値は1と計算できるのですが、右端 X が A の時の値、これどうなるのでしょうか。これいくつという数字では答えが出せませんね。A が 0.1 の時と 0.9 の時と 1.3 の時ではそれぞれ値が異なってきます。ですので、これはもう数字では答えられず、A を含んだ式で答えてください。問題文の X と書かれている部分を A に書き換えれば良い話です。そうすると、1番 A 小なり2の時には最大値1、これは X が0の時、最小値は A2 乗マイナス 4A プラス1、これは X が A の時となります。では次に2番ではなくて3番を先に考えましょう。両端の高さが同じ高さになる場合です。左端 X が0から頂点 X が2のところまでは右に2マス進む必要があります。そして頂点からさらに同じだけ2マス右に進むと左端と同じ高さになることがわかります。というわけで図を見てください。0のところから2マス行って頂点、さらに2マス行って同じ高さの点ということになるので、 A が4の時ということになります。はい、そうすると最大値は両端 X が0と4の時、この時は Y の値が1となり、両端で最大値となります。最小値は頂点になりますから、X が2の時に Y の値がマイナス3。このマイナス3が最小値ということになります。では、1番、3番が見つかったので、その間を取って2番としましょう。まず、どの場合を考えているのかということですが、
1番では A が2より小さい時の話をしています。3番で A が4の時の話をしています。だからまだ述べられていないのは、この間 A が2以上4未満の時、2小なりイコール A 小なり4の時ということになります。この時にはグラフが左のように左端の方が高くて、そして頂点は含んでいるんだけれども、折り返した後右端がちょこっと上がっているという形です。ただし右端の値は4になって初めて左右が等しくなるので、まだ左端には届かず、左端が最大値となっていることに注意してください。というわけで2番の答えは最大値が1、x イコール0の時、左端のことです。それから最小値はマイナス3、x が2の時、頂点のことです。となります。では4番目のパターンです。A が4の時には左右の高さが等しくなるんでした。今度は図のように左端よりも右端の方が高い場所に来ます。このため最大値は右端の点、最小値は頂点となります。よって4番目 A 大なり4の時には最大値は右端 x イコール A の時、そしてこれはいくつという数字では表すことができないので A2 乗マイナス 4A プラス1と A を含んだ式で答えます。最小値は頂点が含まれているのでマイナス3、これは x が2の時、頂点のことです。以上、このように定義域の右端に文字定数を含んでいる場合には、このような形で4つに場合分けして考えてください。なお、この問題の派生パターンとして、最大値だけ考えさせたり、最小値だけ考えさせたり、あるいは放物線を上に凸の放物線にしたり、などの問題も考えられます。その場合は同様に考えていってください。では今回の動画は以上となります。このような教え方があなたの学び方に波長が合うということであれば、チャンネル登録の上、次の動画をお待ちください。次は定義域の両端に文字定数を含む場合について考えていきます。最後までご視聴ありがとうございました。